皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍の無人ステルス戦闘機がウクライナ領内において撃墜、さらにはその残骸をウクライナが回収することに成功したようだというニュースを取り上げようと思います。平和な時と戦争が起こっている時の最も大きな違いは、軍事予算にどれだけのお金が投入されるかです。平和の時には、必要以上に軍事予算が取られることはないわけですが、戦争の真っ只中であれば、惜しみなくお金がつぎ込まれるものです。ロシアとしては物量で圧倒しようという試みを行っているのですが、だからといって質の面においても何も手をつけていないわけではありません。ロシアとしてはウクライナとの技術的な格差が明らかにあるステルス技術や無人戦闘機技術について、これらを戦場に投入し、ウクライナに対し少しでも有利な戦いを進めようとしています。しかし今回伝わってきたニュースは、今のところその試みはうまくはいっていないようだという話です。それでは、ロシアのステルス無人戦闘機についての情報を見ていきましょう。ロシアで開発されているステルス性能のある無人戦闘機、スホイ社が開発しており、S70 オホートニクという名前です。この写真の中に人間が写っています。大きさを比較すればかなり大きいことがお分かりでしょう。縦横それぞれ14から19メートルと一般的な戦闘機と比較しても十分大きなものであることがわかります。この無人戦闘機は時速1000キロ、航続距離は6000キロだと言われています。操作方法としては地上からの指令を受けた遠隔操作、もしくは複雑な自己判断はあまりできないだろうとは言われていますが、自律飛行もある程度可能だとされています。また、同じロシア軍のスホイ57の呼機としてもある程度動けるようにと設計されているそうです。こちらの写真は自動車との比較ができる1枚。初飛行は2019年。こちらの写真はロシア軍の戦闘機と並んで飛んでいるところです。本来であればステルス戦闘機単独で作戦行動できるはずですが、今のところこのような有人戦闘機との組み合わせで実験的な飛行が行われています。ちなみになぜこのように無人戦闘機なのにわざわざ有人戦闘機が一緒に飛んでいるかについて、今回ウクライナ領に墜落した理由ともちょっと重なる部分があります。というのも、こうした無人戦闘機の場合、遠隔操作で飛ばしている場合、その通信が途絶した場合において、機体が失われる可能性があります。それが相手の陣地の中であれば、当然のように回収されて、中身を分解、解析、軍事情報について相手が詳細まで把握することができてしまいます。有人戦闘機が付き添っている理由というのは、そのような情報流出を避けるために何か問題があればその場で処分することが任務となっています。そうでなければわざわざステルス性のある無人戦闘機を有人の戦闘機が一緒に飛ぶ必要はありません。この無人戦闘機と有人戦闘機の関係を最初に聞いた上でこちらの映像をご覧ください。これは無人戦闘機が先を行き、その後ろをロシア軍の戦闘機が飛んでいる。その中において有人戦闘機が空対空ミサイルで無人戦闘機を撃墜したという場面です。これが今回のロシア軍の無人戦闘機がウクライナ領に撃墜された、まさにその原因となった場面です。こちらの映像では無人戦闘機が翼の半分を失ってしまい、そのまま切りもみ状態で地面へと落下してくる様子を映像が捉えています。この落ちてきた場所というのがまさにウクライナ領なのです。なぜこのようなウクライナの制圧地域に落ちてきたかといえば、原因はもちろん不明な部分はたくさんあるわけですが、ロシア軍としてはこの最新鋭のステルス無人戦闘機を実戦投入を兼ねたテストを行い始めたのではないかと言われています。墜落後の残骸がこちら。墜落時の爆発に伴って主要部分についてはかなりやられてしまったようですが、この写真を見る限りでは原型をとどめている部分もかなりあって、ロシア軍がステルス無人機にどのような技術を投入していたか、十分解析は可能だと見られています。ただし、自律飛行しているコンピューターやそのプログラムの内容などについては、さすがに炎上して原型をとどめていないかもしれません。ロシア軍が作成したステルス無人戦闘機オホートニク、
実証実験段階で作成された機体は3機、そして量産化に向けた実証実験機が1機、合わせて4機しか作られていないとされています。ですから、今回1機が失われ、ましてやそれがウクライナ側に渡ったというのはほとんど奇跡に近いようなものです。では、なぜこのようにして超レア機体がウクライナ領に落ちるなどといったことが起こったのか。原因として言われているのが、ロシアがこの機体をなんとか使い物になるかどうかを試すために前線近くで試験運用していたのではないかと言われています。というのも、今回墜落した機体その残骸の中にはどうやら滑空爆弾なども含まれており、実際に使用に向けて武装していたようなのです。ただし、味方の戦闘機によって撃墜されるぐらいですから、ロシア軍のコントロールを離れる形で、この無人戦闘機が動き出していたことを想像させます。なぜそのようなことが起こったのか考えられる理由としては、単純な話として遠隔操作中に通信が途絶し、オホートニクが自律飛行の状態でウクライナ領に向かってどんどんと飛んでいってしまったことが考えられます。操作命令が届かなかったとしても、少なくともその前の段階における操作において前線へと向かうような指示がなされていたとするならば、次の命令が来るまでの間、ずっと飛び続けてしまい、その方向というのがまさにウクライナのど真ん中へと向かうというものであれば、ウクライナ軍の迎撃に遭い、もしくはウクライナを横断する形で、もしかしたら NATO 加盟国まで飛んでいってしまうかもしれないなどといったことになれば、確実に機体が失われ、ウクライナかもしくは隣国で回収されてしまうかもしれない、そのような可能性が考えられたわけです。むしろそのようなことがない限りは、わざわざ味方の戦闘機に撃墜されるなどといったことはありえなかったでしょう。しかし、あまりにもウクライナ領に近いところまでもう飛んでいってしまったがために、撃墜しても時すでに遅しといったような状態だったわけです。このような最新鋭の機体を回収することができたメリットは当然のようにウクライナやアメリカにあります。おそらく回収された機体はウクライナでまずは初期の解析にかけられ、その後アメリカに詳細を分析するために送られることでしょう。この場合、ウクライナがアメリカに渡す理由というのは、詳細情報をアメリカが得た後にその一部をウクライナにフィードバックしてもらうような約束があるはずです。手に入れたアメリカとしては、自分たちの知らないような技術が何か使われていないかをまずは調べることになります。ロシアはソ連時代において一部の技術においてはアメリカを上回るものもありました。もしかしたらそのような流れで自分たちの知らない何かがそこにあるかもしれないことを分析するわけです。もしくは全くアメリカの使っている技術と同一のものであれば、今度は何かの技術が盗まれたのではないかといったことを探すための出発点ともなります。知らない技術があればそれを解析するし、知っている技術しかないのであれば、どこからその情報を手に入れたのかといったことを探る旅が始まるというわけです。ただ、今回1機ロシアが失わったわけですが、ロシアには他にも3機残っています。一番初期の方についてはそもそも飛ぶことすら難しいかもしれないと言われているようなものなので、実質的に3機よりももっと実際は数が少ないでしょう。しかし、ロシア軍としては無人戦闘機が使い物になるというのであれば、量産化に取り組みたいはずです。今回実験は全くの失敗に終わったわけですが、おそらく今後も似たような取り組みは行われることでしょう。ぜひともロシアの技術開発が失敗に終わることを祈ります。そして、たとえ前線に出てきたとしても、今回回収した機体を元にしてステルス戦闘機なのにレーダーで捕捉し、これを撃墜できるような対抗策といったものをアメリカやウクライナはぜひとも協力して開発してほしいものです。戦争が長引くことにより軍事技術の開発は加速していきます。ウクライナに対して軍事支援を行っている国々の間では、そうした貴重な情報の交流も行われていることでしょう。しかし、日本は軍事支援をしていませんから、そのような情報提供を受けることはまず不可能に近いでしょう。こういった情報は戦時だからこそ得られる情報といったものも非常に多いわけで、日本もぜひともウクライナに対し軍事支援を行い、そうした情報の獲得にも努めてほしいものです。というわけで、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして、情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。